こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は麻紐でこちらのカゴを編んでいきます。お好きなサイズでアレンジも自由にできますので、もしよかったら編んでみてください。使用する材料はこちらです。動画ではこちらのコク用の麻紐を使用しています。かぎ針は8号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に底部分の円を好きな大きさまで編んでいきます。植木鉢に使用する場合は縁のサイズと同じかそれより少し大きめまで編んでいきます。動画では8段目まで円を編んでいきます。それより小さいサイズの場合はコメント欄にタイムスタンプを貼っておきますので、そちらから側面の編み方に飛んでください。1段目の編み図がこちらです。輪を作って鎖1つで立ち上げ、細編みを6目編んでいきます。輪を作って糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。ここから細編みを6目編んでいきます。細編みを1回2回3回4回5回6回6目編めたら最初の糸を引っ張って円にします。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を6回編みます。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。細編みを1回同じところに細編みをもう1回。これで1つ目の増し目が編めました。この繰り返しで増し目を全部で6回編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらになります。細編み1、増し目1を6回繰り返します。細編みを1回、増し目を1回、これを全部で6回行います。
これで3段目が完成です。編み始めの糸を処理します。糸処理は表に響かないように少し手間はかかりますが、長めに糸を通すとしっかりと仕上がります。4段目の編み図がこちらです。増し目1、細編み2を全部で6回繰り返します。1つ目のところに増し目を1回、細編みを1回、2回、これを全部で6回繰り返します。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。細編み3、増し目1を全部で6回繰り返します。細編みを1、2、3、増し目を1回、この繰り返しを全部で6回行います。1周編むとこんな感じになります。6段目の編み図がこちらです。細編み1、増し目1、細編み3を6回編みます。細編みを1回、増し目を1回、細編みを1、2、3、これを全部で6回繰り返します。
1周編むとこのくらいの大きさになります。7段目の編み図がこちらです。細編み5、増し目1を全部で6回繰り返します。細編みを1、2、3、4、5、増し目を1回、この繰り返しを全部で6回編みます。1周編むとこんな感じになります。8段目の編み図がこちらです。細編みに増し目1、細編み4を全部で6回編みます。細編みを1、2、増し目を1回、細編みを1、2、3、4、この繰り返しを全部で6回編みます。1周編むとこんな感じになります。さらに大きくしたい方は編み図のように増し目をしていってください。ここから側面になります。編み終わりまで増し目なしで、目数は最後の段まで同じになります。編み目の数は底のサイズによって違うので、こちらを参考にしてください。ここから細編みを2段編みます。この繰り返しで細編みを2段編んでいきます。2段編み終わるとこんな感じになります。ここから模様の1段目を編んでいきます。1つ目のところから糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。1つ目は細編みを1回、2つ目は鎖の半目を拾って細編みを編みます。これが筋編みです。3つ目は細編み、4つ目は鎖の半目を拾って筋編み、
細編み、筋編み、細編み、筋編み、この繰り返しになります。一段編んできました。1段目の最後の目は筋編みになります。編み終わったら鎖で立ち上げたところに針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。模様の2段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げます。2段目は筋編みから編みます。鎖半目を拾って筋編み、2つ目が細編み、筋編み、細編み、筋編み、細編み、この繰り返しになります。模様の2段目を1周編んできました。2段目の最後は細編みになります。最初の鎖で立ち上げたところに針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の2段目が完成です。模様の3段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げて3段目は細編み、筋編みの順番で1周編んでいきます。1周編んできました。最後の目は筋編みになります。鎖のところから糸を引き抜いて、これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、筋編み、細編みの順番で1周編んでいきます。1周編んできました。最後の編み目は細編みになります。最後に糸を引き抜いて、これで4段目が完成です。模様の5段目からもこの2段の繰り返しで好きな高さまで側面を編んでいきます。模様の段は編みたい高さのだいたい残り2センチくらいのところまで編みます。
ここからは細編みを2段編んでいきます。1段目だけ鎖で立ち上げをします。ここから細編みを1周編んでいきます。細編みの1段目を編んできました。2段目は鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。細編みを2段編み終えるとこんな感じになります。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。引き抜き編みで縁を1周編んできました。最後の目を編み終えたら、最初の目のところから糸を引き抜いて、糸を長めにカットして糸処理をします。この状態でお使いいただいてももちろん大丈夫です。さらにアレンジしたい方は続けて動画をご覧ください。今回は目数などそれぞれの大きさになるのでざっくりとした説明になります。参考程度にご覧ください。アレンジの1つ目はカゴに持ち手をつけていきます。麻紐を2本取りにして好きな位置から鎖編みで好きな長さまで編んでいきます。鎖部分が編めたら何目か開けたところに針を刺して糸を引き抜きます。これで持ち手が1つできるので糸をカットしてしっかり糸処理をします。同じようにして反対側にも持ち手をつけました。これで持ち手付きのカゴが完成です。吊るすタイプの紐を編みたい方はカゴの3箇所から麻紐を2本取りにして好きな長さに鎖を編んでいきます。
好きな長さまで鎖が編めたら糸をカットして糸を引き抜いておきます。2本目と3本目も同じように鎖を編んでいきます。編み始めの糸は抜けないようにしっかりと処理をしておいてください。鎖が3本編めたら編み終わりの糸をまとめて結んでいきます。さらに余っている紐で輪を作って壁にかけられるようにしていきます。結び方は好きな方法で大丈夫です。ほどけないようにしっかりとしておきましょう。完成です。お疲れ様でした。吊る下げるタイプはこんな感じに仕上がります。麻紐なのでナチュラルな雰囲気のインテリアになります。植物だけではなく小物入れにもできるので好きな大きさで編んでみていただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登